こんにちは。耳コピ練習中の元音大生です。ベースライン聞き取り練習後半戦です。メニューはこちら。1、次に挑戦すべき曲。2、練習方法アドバイス5点。3、ベースラインを調べる方法。4、耳コピ練習の際の注意点。5、衝撃、私伴奏の耳コピってそうやってたの？ 6、今回の曲の答え合わせ。それでは早速いってみましょう。次にチャレンジしてもらいたい曲はこれです。ベースが聞こえにくい曲たちです。ベースの音量が小さくて目立たなかったり、ギターやピアノの和音の中にベース音が含まれてもわっと響いていて分かりにくかったり、人によっては全然聞こえますという方もたくさんいるかもしれませんが、明らかに前半で聴いたプレイリストの曲よりは聞き取りにくいです。これらの曲の聞き取りにくい箇所を急出ししたリンクを概要欄に貼っておきますので、これはちょっと聞きにくいんだなと思って聞いてみてください。絶対イヤホンかヘッドホンを使って挑戦してみてくださいね。10倍聞こえやすくなります。下に行けば行くほどもっと難しくなります。この動画の最後に私がこれらの曲のベースラインを弾いた動画もつけておくので、そちらも答え合わせとして参考にしてみてください。私が苦戦した箇所も説明しています。さて、こういう曲の聞き取りを制覇するのに何をすべきかですが、ズバリたくさん聞いて聞こえる箇所からひたすら拾っていく練習です。残念ながらもうこういう地道な訓練が必要なんです。結局練習かいと言われてしまいそうですが、その練習方法として私ができるアドバイスが5つあります。まず、曲のキーをきちんと把握すること。そしてそのスケールに使われる鍵盤を確認した上で、ピアノを弾きながら音を探っていくこと。ベースがどうもぼんやりして確定できない時も、ピアノで正解をヒットした時の音源とのシンクロ具合はすごく明確です。そして聞こえにくいところは飛ばして、よく聞こえる箇所からどんどん練習すること。そうすると不思議と聞こえなかったベースラインも聞こえるようになってきたりします。その例として、例えば Owl City の Good Time。ここドラムがズン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 と鳴っていて、重要なベースラインが全然聞こえないのですが、次のフレーズでベースギターが登場して旋律が明らかになっています。Ready, set, go!結局この2箇所はメロディーが同じだからベースもほぼ同じ。そして最初の全く聞こえなかった箇所に戻ると、確かに薄く似たベースラインをキーボードが弾いているんですが、聞こえますか？最後のアドバイスとしては、ベースラインが聞こえないときは自分の耳に頼らず、さっさとベースラインを調べてしまって、調べ方この後説明します。弾いて体に覚え込ませてからもう一度原曲を聴いてベース音をキャッチする練習をすること。この方法なら面白いほどちゃんとベースが聞こえるので、ぜひこの反復練習やってみてください。そしてベースラインを調べる方法ですが、今私が思いつく限りでは3つあります。一番手っ取り早いのは、弾いてみた動画で答えを見つけてしまうことです。何々のベースが聞き取れないとなったら、何々ピアノで検索です。有名な曲ならきっと誰かが弾いていてくれるはず。2つ目は、曲のコードを検索してしまう方法。F だったらファラド、D ディミニッシュだったらレファラフラットシというように、そのどれかがベースになっているはず。でもコードの知識がないとできないのが難点。そしてこの1と2は異調せず原キーのままであることが重要ポイントです。3つ目は AI の力を借りてみましょう。今恐ろしいことに音源を譜面に落としてくれるソフトや、曲のベースだけを弾いてくれるソフトウェアが世の中に登場してきています。私が試したのは Anthem Score、Melody Scanner、Lala などです。こんな感じでベースラインだけ取り出してくれたり、譜面に落としてくれたりします。聞こえないものはどんどん他の人の力を借りて、見て弾いてみて原曲を聴き直して、それを繰り返しスキルを上げていきましょう。
前半の動画でも言いましたが、耳コピ上達の大切なポイントは、聞こえたらベースラインを必ず自分も楽器で弾くということです。見て聞いて、ああそういう旋律なのねと思うだけでは絶対身につきません。耳で聞いて、指で弾いて、音を出して脳に送ってのこのワンセットで耳コピ用の音感は絶対育っていると私は思っています。ちゃんと自分の能力につながるように演奏して練習していきましょう。そしてここで衝撃の事実に出くわしてしまったのですが、最近ひたすらいろんな曲を耳コピ練習して判明した事実。私が一曲両手で耳コピをするとき、実際耳をよーく凝らしていつも何が何でもベースを探しているのかというと、実際そういうわけではないというケースが出てきたのです。例えばこういう曲。君の声がする私は基本ベースからコードを聞き取っているんですが、こんな感じでベース音が絶望的に聞こえないとき、どうやって耳コピするかというと、ベース音を探すというステップをすっ飛ばして、とにかくどこでもいいから聞こえる音と、ふわっと聞こえてくるハーモニーから左手伴奏を導き出していました。この話はまた別途違う動画で。ここから先は今回概要欄にリンクした曲のベースラインです。耳コピのやり方なんて動画を出しちゃっている人もこんなに苦戦してるのねとポジティブに受け止めていただけると幸いです。耳コピの精度を上げる訓練、共に頑張りましょう。ではまた。すみません、私これ間違えてます。正しくはファドドです。ここもファドドです。この曲はとにかく楽器がいろいろ重なってベースを見失いやすいということ。一音掴んだらしっかりその音についていきましょう。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ。本当にありがとう。情けないけれどだらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ。日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水をやる君の足元に小さな虹、ねえ、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように固くつないだ手を離さないから。思い出すのは君の高いわよりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌い笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中
目を閉じれば胸の中に映る懐かしい思い出やあなたとの毎日本当のことは歌の中にあるいつもなら照れくさくて言えないことも今日だってあなたを思いながら歌うたいは歌うよずっと言えなかった言葉がある短いから聞いておくれ愛してるこれはくっきりベースだけど、とにかく音量が小さい。上の旋律に惑わされずベースを聴き取っていきましょう。ピアノを弾きながらベースを探ってくださいというのはまさにこういうイントロのこと。全然ベースらしいベース音が聞こえないので、かすかに聞こえる音をこれがベースになるのかと何度も聞き直して拾ってます。若干もう音当てゲームのように一音一音弾いて確認しました。Pretty little Galway girl, you're my pretty little Galway girl. You know she beat me. どうして君のことを思うと唇から歌が溢れるんだろう。今日まで生まれてきたラブソングすべて君のためにあるかのよ。もうこれはいくら聴いても合っている気がしないんです。2番の歌詞のところで拾ってもこれだというベースラインは分からず、今夜も少し飲みすぎたみたい。友達に君のことを話したよ。もう誰にどう思われようと気にならないほどに僕は君好きだよ。私はこういう時一番音を探しやすい C メジャーにトランスポーズで音を変えてから鍵盤上でひたすらああでもないこうでもない言いながら和音を探ります。かなり苦戦しながら出した和音がこれ。どうして君のことを思うと唇から歌が溢れるんだろう。今日まで生まれてきたラブソングすべて君のためにあるかのよ。だからベース音はこの和音の一番下ということになるんでしょうか。結局これは自信を持ってこれが答えですなんて言えず終了です。この曲はとにかくたくさんの音が重なり合ってコードとなっているようで、到底私の能力なんかじゃ正確にベースを聞き取れませんでした。多分これで合っているだろう、多分という仕上がりですが、
参考まで載せておきます。見がさける水際吹き抜いた恋がそっと